アッサラムアレイクム、ゆうせいです。2023年12月15日、世界周遊27日目です。ということで今どこにいるかというと、パキスタンナワルピンディの私のアパートにいるよう。今回の動画はいつもとちょっと違う感じの動画になるんですが、緊急で撮りましたというような動画です。というのも、今日このアパートに強盗が入りました。ということでその詳細について今回ご紹介したいと思います。では、レッツゴー。マシャラ旅、今回もパキスタンイスラム共和国。今回私がラーワルピンディで借りているアパートに強盗が入ったので、その時の様子をお伝えしたいと思います。いや、本当に強盗に気づいた時はびっくりしました。それではどうぞ。この動画を撮影している今の時間は夜の11時半を過ぎています。で、冒頭でも説明した通り、今朝ここに強盗が入りました。で、結構ね、まだ動揺しているので、ちょっとメモを見ながら詳細をご紹介したいと思います。で、大きく状況、あとは原因、それから取られたもの、あとはこの強盗のその対応で起こった別のこととか、そういうことをメインでお話ししようかなと思います。はい、それではまず状況について簡単に紹介したいと思います。どんなことがどんな風に起こったのか、その流れをね、紹介します。結構殴り書きのメモなので分かりづらかったらごめんなさい。はい、まず私オンラインで普段仕事をしていて、今日も仕事があったので朝起きて身支度整えて、それでオンラインの仕事を寝室で始めました。海外の家って結構寝室にバスルームがついてることがあって、この家もそうなので寝室から一歩も出ずに仕事を始めました。午前9時50分ぐらいに仕事が一段落したので、朝食を作るためにリビングに移動しました。その時に初めて外と通じるドアが15センチぐらい開いてることに気がつきました。ただその時は自分で鍵を閉め忘れたのかな程度にしか思わなかったので、自分でドアを閉めてそのままキッチンに行きました。で、お米を鍋に入れてコンロにセットしてリビングに戻ってきた時に、自分のものがなんか少ない気がするなって思いました。それで周りをよく見てみると、あれもない、これもないという感じで、自分のものが結構なくなっていることに気がついて、初めてこれは強盗に入られたっていう風にやっと気がつきました。強盗が入られたとやっと気づいた時に結構パニックになってしまって、とりあえず友人に電話をして、でその後アパートのオーナーに連絡をして、それで2人の到着を待ちました。でその間に結構ね、気を取り直したというか冷静になったので、クレジットカードを止めたりとか、銀行もデビットカードを使えなくしたりとか、そういうことをして、で2人が到着して、で、友人がオーナーにウルドゥー語で状況を説明してくれて、それでオーナーが警察に連絡してくれました。で一緒に警察署行って、で今度警察がここに来てくれて、それで、この部屋はもちろんなんですけど、あとはアパート全体、全部屋確認してくれて、周りを確認してくれてという感じで捜索してくれました。で防犯カメラもあったんですけど、残念ながらちょっと視覚がこうずれてて映ってなかったりとか、あとアップルの AirTag GPS ですね、これがね、盗まれたものの中に入ってて、でその位置情報を見るとこのアパートだったんですね。なのでこのアパートの住人か、もしくは犯人がどこかに捨てたかだと思って、それも探したんですけど結局見つからず、そんな状況でした。でまた警察署に戻って報告書みたいなのを書いて、それで今戻ってきたところです。はい、それでは続いてなんでこんなことが起こったのか、その原因についてご紹介したいと思います。まず原因1つ目は、外国人がここに住んでいるということで目をつけられた。2つ目が、実はドアの外に壊れて開かなくなったキーボックスがあったんですね。で鍵がなんと中に入ったままで、強盗はそのキーボックスをライターで燃やして、それで鍵を取り出してドアを開けた。で3つ目が、
私がね自分で借りてるアパートで私一人なので結構安心してしまって貴重品をリビングに置いてしまった。この3つが原因です。はい、ではちょっとね話だけだとイメージしづらいと思うのでどんな様子かお見せします。今ここリビングで、ここが外とつながってるドアなんですけど、ここに貴重品を置いていたんですね。で取られたものは後ほど紹介するんですけど、ここに全部置いてて取られてしまった。なのになぜかお財布だけは取られなかったっていうような感じです。では続いて燃やされたキーボックスもちょっとお見せします。こちらです。はい、それでは続いて取られたものを紹介しようと思うんですが、その前に一つ面白いことがあって、ここのソファーの上に見知らぬレジ袋が置いてありました。でこれ見たらパスポートとビザ、あとは他の国のビザ、これは SIM カード、あと SD カード、あと薬、これだけはなぜかこのレジ袋に入れて返却されてました。よっぽどいらなかったんでしょうね。でもパスポート返ってきたので、これはねすごくありがたいです。では何を取られたかご紹介したいと思います。はい、では盗まれたもの1つ目はショルダーバッグで、その中にはだいたい20米ドル、それからサングラス、充電、なんて言うんでしたっけ、モバイルバッテリー、それから名刺入れとか名刺とか、あと小物が入ってました。で2つ目、ポーチ、ここにアップルのエアタグがついていて、クレジットカード4枚、キャッシュカード4枚、あとはプライオリティパスでお金が、300 US ドル、それから2万3000パキスタンルピーなので日本円でだいたい1万2000円ぐらい、それから日本円で1万円、あとは200タイバーツ、他にもインドルピー、クウェートディナール、フィリピンペソなどなどですね。はい、で別のポーチ、この中にはサンディスクの SSD の 1TB が3つ入ってました。なのでここにね全ての動画を入れてたので、今回の動画も全部なくなってしまったと、そんな状況です。でそのポーチにはあとは充電コードとか、あと充電器とかそういったものが入ってました。で次のポーチ、この中には薬が入ってたんですけど帰ってきたので、ポーチと爪切りを盗まれました。で外に出てたもので GoPro と、あとイヤホンですね、あとは運転免許証もなくなってしまいました。はい、なので現金とあと物をねもし買い直した場合の総額は多分20万円から25万円ぐらいかなというところです。幸いなことに仕事用の iPhone、 それから今撮影しているメインの iPhone と、あとパソコンは盗まれなかったので本当にそれはねありがたいです。そしてパスポートも返ったし、何よりも命があるので、なんとかなるかなと思っています。はい、それでは続いて今回の騒動で起こったことについてご紹介したいと思います。まず1つ目が、今いるここってバハリアタウンといってセキュリティがね結構厳重なエリアなんですね。なのでパキスタン人の友人とかオーナーももちろんそうですけど、警察の方もみんなこんなところで強盗が起きるのかっていう感じで驚いていました。はい、そして2つ目、警察署から戻ってくる途中でこのアパートのオーナーがディナーに誘ってくれてご馳走してくれて、さらに私今カードとお金と何もない状況なので合計で1万ルピーですね。なので日本円でだいたい5000円ぐらい恵んでくれました。本当にありがとうございます。はい、それでは今後についてちょっとお話ししたいと思います。実はパキスタンのビザが30日間であと3日で切れてしまうので、もうね出国しないといけないんですね。でパキスタンからアブダビ、それからアブダビからキルギスまでの
フライトはもう予約してあるので、とりあえずまずそこまで行こうかなと思います。一旦日本にも帰国することも考えたんですけど、キルギスでは友人の家に泊まることができるので、一旦そこでお世話になってオンラインの仕事をして、またお金を稼いでというような感じで、今後は生活していこうかなと思います。はい、そして強盗犯はまだここの鍵を持っているので、さすがにねここにずっと泊まるのは怖いから、これからパキスタン人の友人の家に移動します。いずれにせよ命、それからパスポート、あとは携帯とかがね残っていたので、あと服とかもそうですけど、なので今後もなんとかなるかなというところで、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。